Tale 14.これやばいですねよろしくお願いします。まず1枚目のスライドです。はじめまして。私は現在國學院大學で働いています。専門はバイオメカニクスです。野球のボールの回転について研究しています。今とても緊張しています。本日はよろしくお願いします。さあ、このスライドを見て皆さんどう感じたでしょうか。違和感を感じたでしょうか。この文章は文字の順番を入れ替えてあります。文字の最初と最後の文字さえ合っていれば順番はめちゃくちゃでもちゃんと読めてしまいます。黄色で示したものが文字を入れ替えてあるものです。もうほとんど入れ替えてあります。なぜ人は読めてしまうのでしょう。人は文字を読んではいません。もちろん文字の情報は必要な情報です。しかしながらこの、光の情報って言いますが、目に入ってくる情報、それだけではなくて僕たちが生きてきた経験とか知識、これによってこの文章はこうなっているだろうと、その結果を見ているということになります。ですのでこれは読めてしまいますし、目ってのはかなりいい加減なものだということも分かります。物理学者のアインシュタインの言葉をここで借りたいと思います。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションである。人が経験し何かを学び、その中で常識というものが作られていきます。これは考え方ですが、これはスポーツにおいても実は同じです。この常識というものが予想のプログラムを作り、先ほどの視覚というものも司り、読めてしまうということがあります。経験によってコレクションされた知覚、感覚、知覚、認知による予測のプログラムが人には備わっているということがまず私の言いたいことです。ここからボールのキレ、それについて話を進めていきたいと思います。ボールのキレとは一体何なのか、その正体を解き明かす。キーワード1つ目は予測のプログラムです。2つ目、錯視、ギャップ。この3つでスタートしたいと思います。
まず最初に野球ピッチャーの話ではなくバッターの話からスタートしたいと思います。バッターは何をしているのでしょう。ピッチャーがボールを投げます。そしてバッターに到達するまで 0.45 秒です。そしてバッターはバットを振りますので、バットのスイング時間を考えないといけません。そうするとそれはだいたい 0.16 秒。さらにこれだけではバッターは収まりません。何をするかというと、振ろうと思って脳から筋肉に指令を出します。それによってバットのスイングします。これら合計がスイング決定してからインパクトまでの時間ということになります。 0.45 秒の中ではボールを振るか振らないかを判断し、そしてスイングをし、ボールを調整し、さらに芯に当てないといけない。非常にバッターは難しいことをしているということをまず伝えたいです。そしてバットを当てないといけない、バットにボールを当てないといけないということを考えると、一つの指導の言葉が出てきます。それはボールを目から離すなということです。そして私が研究していく中で、一つの論文に当たりました。1984年ベイヒル&ラリッツが書いた論文です。ここで書いてあること、私がまだ5歳の時ですがこの時に出てきた結果があります。それ何か、ボールを目から離すなではなく、ホームの約2メートル手前でボールは見えなくなるということです。なぜ見えなくなるのか、ちょっと実験してみたいと思います。ここにある物体が登場します。これを追おうと思うと何をするか。目を動かします。そして頭を動かします。この動作は人の限界があります。1秒間に200度、これ以上人は動かせないということが分かっています。しかしながらピッチャーが160キロのボールを投げ、ホームプレートに到達するとき、このボールを完全に捉えるには1秒間に1000度、つまり人間の限界の5倍の速さでボールを追う必要があります。つまり人っていうのは追いたくても追えないというような状況になっています。ですのでボールは2メートル前で見えなくなるということになります。じゃあ2メートル前で見えなくなった、どうするのか。そこで出てくるのが予測のプログラムです。練習することによってプログラムされたもの、それによって人間の動きの限界を補っているということになります。まず一つ目のキーワードはこういう形で紹介させてもらいました。さて次、ここから投手の話題です。投手ですが、ここからちょっと大学の授業っぽくなってしまいますが、考えないといけないボールの動きです。ボールには作用している力があります。右から左にボールが飛んできたと仮定しましょう。まず一つ目に考えないといけない力、それは重力です。そしてもう一つ、それはボールが回転していますので、これによって発生する力、揚力です。さらにそこから進行方向と逆向きの力が作用します。それは抗力。ボールに作用している力は3つです。しかもこれはピッチャーがリリースしてからバッターに到達するまで大きく変化することはありません。すなわち途中で揚力が突然大きくなるであるとか、抗力が突然大きくなる、重力が大きくなるということはないということです。しかしながら野球の経験された方だとこれは嘘だと言います。ホームベースの直前で落ちるフォークボールがある、途中でボールが曲がるスライダーがある、これは嘘じゃないか。これについても実際のデータをアニメーションにしながら見ていきたいと思います。向こうからボールが投げられます。ここでは2つのボールを考えましょう。インコースに投げるカーブです。そしてアウトコースに投げるカーブ、もう少しゆっくりいきます。インコースに投げられるカーブ、そしてアウトコースに投げられるカーブ。まだ見にくいですので、この軌道を残したいと思います。インコースに投げられたカーブ、そしてアウトコースに投げられたカーブ。この2つは違うように見えます。左側ですと一定の曲がり方をしているように見えますし、こちらの右側ですと
途中からキュッと曲がっているように見えます。これを上から見てみましょう。黄色で示したもの、これがこのような軌道になります。さらに緑色で示したもの、これがこのような軌道になります。いかがでしょうか。これをもう少し見やすくします。この2つのボールは実は同じボールの曲がり方です。しかしながらキャッチャーに到達するときには2つは大きく違って見えるということになります。これを目の錯覚のことを錯視という言い方をします。あんまり耳慣れない言葉ではありますが、今日もいくつか話題になる話かもしれません。これを考えると、ピッチャーは何をするのか。投手は錯視によってボールが途中から曲がっているように見せる。これがピッチャーの仕事になります。ですのでピッチャーがコントロールをよく投げなさいっていうのはまさしくこの通りで、どれだけ途中から曲がっているように見せるのか、そしてキャッチャーはそうさせるようにリード、配球をします。実際に途中から曲がることはないというのが2つ目のキーワードということになります。さて本題に入ります。ボールのキレって一体何なのかということです。これを私なりの仮説で解釈しますと、ズバリキレとはギャップです。よくキレの枕言葉として使う言葉があります。それは思ったよりもキレがある。これが正解です。選手は練習をします。アインシュタインの言葉を借りるならば、偏見をコレクションしている状態です。毎日毎日練習を繰り返し、フリーバッティングで打ち、それによって偏見をコレクションし、予測のプログラムを作っています。予測のプログラムを作ると何がいいのか、見なくてもボールが当たる。これが練習の成果です。しかしながらどうでしょう。ピッチャーがちょっと特殊なボールを投げた場合、バッターはどう感じるのか。なんか違うな、ギャップを感じます。普段練習している分と何か違う、ギャップ。これがズバリボールのキレです。キレがあるボールとは、予測のプログラムでは対応できないギャップのあるボールのことを言う。これが私の定義です。しかしながらこの定義だと少し残念なところがあります。なぜかというと、予測のプログラムがないとこのギャップってものが共感できません。野球やったことない人が、バッティングセンターに行って速いボールを打とうと思った時、どう感じるでしょう。速いなと思いますけど、切れてるなとは感じないと思います。それはなぜかというと、予測のプログラムがないからです。野球を経験したことのない者には感じることができないキレ。こういう形で予測のプログラム、錯視、ギャップという形で、このボールのキレの正体を語ってきました。こうやって見ると、予測のプログラムがある人、そしてない人とでは感じ方が違うということです。小さい時、小学校の先生に相手の気持ちになって話しなさいよということはよく言われました。まさしくキレもそうです。感覚を持っている人が持ってない人にきちんと説明してあげる。感覚がない人は、この人はどういう背景のもとこのキレっていう言葉を使っているのかってことを感じてあげる。これが必要なんじゃないでしょうか。共感できないからこそ語る価値がある。スポーツはここが面白いのではないかと私自身は感じています。という形で、私のプレゼンテーションは以上になります。ありがとうございました。